こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、雰囲気があってかっこいいイラストですよね。ちゃんちゃんさんの作品で、タイトルは玉座前。以前自分がドレス体験をした際の写真を参考にして描きました。大きな蛇が好きなので、蛇と共に生きる女性をイメージしています。玉座前で蛇のようなものに拘束されている人からの視点をイメージして描きました。緑が好きなため乱用してしまい、全体的にのっぺりとした感じになっております。ダークな雰囲気が好きなため、全体的に暗くなってしまい、影ばかりになってしまう気がしています。豪華絢爛、室内、ダークが合うようなライティングなど教えていただけましたら嬉しいですとのことです。はい、まずですね、蛇の書き込みがめちゃくちゃ丁寧だなっていう風にびっくりしました。ほら見てください。これ見えるかな。よく見るとですね、鱗の一個一個が丁寧に書かれてんの。これはね、もう愛ですよ。このイラストに寄せる愛ゆえの書き込みなので、ちゃんちゃんさんの熱量の高さにただただ感服しました。本当に素晴らしいと思います。ただね、だからこそ僕は思ってしまいました。もったいないって。いやね、このイラストすごく書き込みが半端ないにもかかわらず、その書き込みの緻密さが全然見ている人に伝わらない感じになってしまっているんですよ。それはなんでかっていうと、これご本人も言ってらっしゃいますが、そうです、全体的に影ばかりになってしまって、絵がね見にくくなってしまっているんですね。アップにしてみると確かに鱗は見えるんですが、こうやってね引いた画面で見てみると全体がね暗く沈んでしまっているので、書き込みが全然目立たない。これじゃあね、せっかくのちゃんちゃんさんの努力がもったいないです。なのでどうしたらこの暗い雰囲気を保ちながら見やすく、そして緻密な書き込みを生かすことができるのか、そのあたりを丁寧に解説していこうと思います。それと今回はね、蛇の鱗みたいな質感って一見描くのが難しそうって思う人もいると思うんですが、実はね超簡単に描けちゃいます。そういうね方法があるので、このあたりについても解説していきます。楽しみにしていてくださいね。それでは早速いってみましょう。はい、まずですね、ちょっとこれはお約束なんですが、画面を少し拡大してモチーフに寄ります。こうです。こんな感じですね。やっぱりですね、どうしても絵の見栄えを良くするにはモチーフにググッと迫る必要があります。特に SNS 映えを考えるとなおさら余白は少ない方がいいですね。はい、そしたらですね、もうここから早速この絵の見栄えをアップするキーポイントの解説に入っていっちゃいます。暗くて見栄えのしない状態になっているこの絵を見やすくするための必要なポイントは何なのかというと、暗さはもう全然いいんです。全体的に暗いことは問題じゃありません。そこはそのままでいいんですが、絵の見どころの色をピンポイントで持ち上げること、このね手数が足りていないんですね。どういうことなのかやってみますね。はい、こんな感じで全体を暗くするんじゃなくて見せ場、つまりこの絵で言うと蛇は一番見せたい部分なわけですから、蛇の見せたい部分については色を持ち上げてコントラストをつけてあげる。そうすることでこの絵は一気に見栄えがするようになると思います。でね、ただ蛇の色を持ち上げろって言われても難しいですよね。だって蛇って鱗がぎっしりあるので描くの相当めんどくさそうって思っちゃいますもんね。わかります。でもね、蛇描くのなんて超簡単です。今から蛇の鱗を描く簡単な手順紹介しますね。まずね、この辺を目立たせたいなっていうふうに思ったとします。そしたらこういう感じでね、1段階明るい色を選択しますね。ちゃんちゃんさんは緑が好きっていうことだったので、1段階明るい緑、この色をね選択しました。そしたらこの辺の一部分を持ち上げるように、こんな風に一部分明るくしていきます。はい、こんな感じでね、結構ね大雑把でも大丈夫です。そしたらね、若干端っこに向けて、ちょっとこうグラデーションかけてもいいですね。こんな感じ。
はい、そしたら消しゴムを選択して、ここを十字を切るように蛇のね背中に沿うようにざっくりと消していきます。こんな感じ。よいしょよいしょ。反対側もよいしょよいしょよいしょ。そんなにね正確じゃなくてもいいです。十字を切るようにこんな風に模様を描いていきましょう。はい、そしたらですね、この一番明るくなっている中央の部分を残して、端っこの部分、ここを少しだけ、はい、緑を消していくように暗い色をのせていきましょう。はい、反対側もね、こんな風にちょっとね残しながら、緑を残しながら暗い色をのせていきます。はい、こんな感じ。ほらほら、だんだんねそれっぽくなってきたでしょ。今ね特に難しいこと一個もやってませんよね。そしたらですね、次にこの1段階明るい緑を選択します。ちょっとね明るい緑、このぐらいですね。このぐらい。そしたらこの一番明るくなっている面ありますよね。ここに鱗の反射を若干意識しながら、こんな風にさらにねちょん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 ってこう追加していきます。ちょんちょんちょんと。でたまにねこうつなげてもいいです。こんな風につなげながらちょんちょんと追加していきましょう。はいはいはい。で次ポイント、蛇のぬめり感の表現です。蛇のねぬめっとしたテカリを表現するために、さらにもう一段階明るい色を選択して、このぐらいで、今度はわざと暗い部分にもはみ出しながらですねかかるようにちょんちょんとこうわざと白飛びするんじゃないかっていうぐらい暗いところにもわざとかけていきます。はい、こんな感じ。でね、最後にこの際の部分、ここねちょっと雑な処理になってしまったので、ここを少し元の部分になじませていきます。はい、そうするとどうでしょう。ほらどうですか。今別に難しいこと一切してなかったと思うんですけど、蛇の鱗の存在感がぐわっとここだけ浮き上がって感じませんでしょうかね。これすごいでしょ。やってみたくなりますよね。はい、違う部分でももう一回やってみますね。はい、まず明るくします。そしたらね十字を切っていきます。この十字はさっき消しゴムで消しましたけど、光源に近い部分に関してはこんな風に部分的にですね明るい色を使用しても大丈夫です。はい、そしたらですね端っこの明るい部分をこんな風に少し暗く削っていきます。で次に何やるんでしたっけ。そうです、もう一段階明るい緑を選択してハイライトを追加していくんでしたね。はい、ちょんちょんちょん、こんな感じやっていきます。はい、そしたらですね最後に白飛びするんじゃないかぐらい明るい白を選んで、はい、これもところどころちょんちょんとこうぬめりを追加するように質感をプラスしていきます。で最後に少し雑になってしまった処理を丁寧にねなじませていきます。はい、こんな感じです。これでほらこっちの鱗にも光が当たって見えやすくなりましたよね。さあ今のテクニックを活かしながら蛇の頭の色も見やすく持ち上げてみましょう。こうです。
はい、色を持ち上げました。そしたらね、もう少し細かく書き込んでいきます。やってみます。はい、こんな感じです。どうでしょう。今一部だけ、ここだけをね、色を処理して持ち上げてみたんですが、これだけでも見栄えがガラッと変わりませんでしょうか。はい、造形に関してはね、一切手をつけておりません。ただね、色を持ち上げただけでこの変化です。イラスト全体の空気感は暗いままだと思うんですが、暗い中でも見せたいモチーフの一部を持ち上げることによって蛇のかっこいい存在感がぐぐっと際立ったような感じがすると思います。ポイントとしては光源の位置と持ち上げの量でしょうか。今手を入れたのは比較的イラストのメインの部分、この辺の部分の一番目立っている部分だったので、結構ね目いっぱい明るくしましたが、この調子でイラスト全体を持ち上げていってしまうとやや単調になってしまう危険性があります。今描いた部分をマックスの持ち上げ量として、ここから少し持ち上げの量を加減していきますね。例えばこの蛇のトグロの3段目の部分、ここは1段階落とした持ち上げ方をしていきます。こんな感じ。はい、あんまりね明るいハイライトを入れずに、あえて抑え気味にしました。はい、するとほら画面全体で見た時にすごく立体感のある表現にすることができますよね。あとね、蛇の存在感を際立たせるためのもう一個大事なポイントがあります。それは下からの反射光も部分的に取り入れると良いです。やってみますね。はい、こんな感じです。こんな感じ。全部にやる必要はないんですが、ここには空間を感じてほしいなっていう部分には下からの光をうっすら当てて、お腹の部分も描写してあげると形が分かりやすくなって蛇の存在感が強調されると思います。さてもう一箇所、椅子の背もたれの部分も少し持ち上げましょうか。やってみます。はい、こんな感じ。蛇の部分については以上ですね。次に人物の添削に移っていきます。人物に関してはよく形が取れているので、そこまで大きな変更はないんですが、蛇と同様少しのっぺりとした印象があります。ちゃんちゃんさんも気にされていましたが、のっぺりしてしまうっていうのは何が原因なのかというと、十中八九陰影が弱いからです。陰影をはっきりさせればこののっぺり感は綺麗さっぱり取り去ることができますので、それを意識しながら添削を進めていきましょう。まずは顔の陰影を強めていきましょうか。こうです。はい、もうですね、このぐらい思い切って陰影を強めて OK。 このイラストに描かれている女性は可愛いっていうんじゃなくてかっこいいに振り切れてますし、絵柄もかっこよさを追求した絵柄なので、女性といえどもエッジを立てたような塗りで彫りの深さを強調してかっこよさに振り切ってしまった方がイラストの雰囲気に合うと思います。手の部分の陰影も強めていきましょう。はい、いいですね、いいですね。人物の存在感も際立ってきました。はい、同じように髪の毛の部分もコントラストをはっきりつけてみましょう。さらに首と肩と胸に関しても今の意識を広げていきますよ。やっちゃいます。
はい、こんな感じですね。女性はあんまり陰影をつけてしまうと女性的にならないと思ってしまう人がいると思いますが、それはですね、あくまで絵柄によります。このようにかっこいい女性像を描く場合にはその限りではないので、絵柄によってこれは使い分けていきましょうね。さあ、こっちの左手についてもやや角張った感じに陰影を追加していきましょうか。かっこよくなってきました。あとはふわっと表現されているこのね、服のシワに関しても、ここは若干ですけどね、シワを描き足していきましょう。こうです。はい、画面左側に関してはこんな感じ。右側もシワを描き足していきます。はい、こんな感じです。人物については以上になります。さあ、もうここからは仕上げの部分です。背景の添削に移っていきますね。ただね、背景はそこまで手を入れる部分はないんですが、強いて言えばもう少しこのシャンデリアの赤みですね、ここを強めたい感じがします。やってみます。はい、こんな程度でね、よく見るとこの天井部分、ここにですね、蛇をモチーフとした装飾が壁に貼り付いてますので、これはね、分かりやすく強調しましょうか。はい、こんな感じです。手前のメインモチーフの蛇と違って奥はあくまで装飾なので、緑ではなくて赤い光で照らしてあげます。そうすると手前と奥とで書き分けができてすっきりとまとまりますよね。はい、もうね、大体完成ですけど、ちょっと気になるのはここの煙かな。この煙が少しこのメインのモチーフを邪魔している感じがあるので、位置を下げてしまいますね。落ちます。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。形はね、すごくよく取れていたので陰影だけの変更に徹しましたが、もうそれだけでかなり見やすさとかっこよさがアップしたのがお分かりいただけるのではないでしょうか。今回の添削では暗い中でイラストを際立たせるためにはどうすればいいのか解説を加えていってみました。そのために何が重要なのかというと、部分的に色を持ち上げて見せたい部分に関してはきちっとコントラストをつけてあげることです。はい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 と、こんな風に部分的に色を持ち上げることによって形を浮き上がらせて、暗い雰囲気は壊さずにモチーフだけを引き立たせることができるよというお話をしてきました。特にね、蛇の鱗の描き方めちゃめちゃやってみたくなったでしょう。もう一回ね、この動画を見ながらぜひ自分でもチャレンジしてみると、これ結構蛇だけじゃなくていろいろなものの描き方に応用できるので、すごくね、画力のアップにつながると思います。それと今回は解説しませんでしたが、のっぺり感の解消には面という概念もすごく重要です。今日の動画と合わせて面の概念を手に入れれば、ちゃんちゃんさんはさらに最強になるはずだと思いますよ。その大事な面について解説した動画、気まぐれ添削120、塗りのくどさの原因はもおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。